銀行員が声を詰まらせました。審査の窓口で書類をめくっていた若い行員が突然目に涙をためたのです。その理由は一冊の通帳でした。ページを開くたびに几帳面な文字で記された金額1ドル50セント、時には25セント、小さな数字が20年分びっしりと並んでいました。それは拾い集めたコインで作られたたった一人の老女の記録でした。70代のその女性は20年前、手の中にわずか100ドルだけを握りしめてアメリカの地に降り立ちました。言葉もわからない、頼れる人もいない。それでも彼女は歩き続けました。道に落ちたコインを見つければ拾って瓶に入れました。近所のゴミ捨て場で空き瓶を集め換金してまた少しずつ積み上げました。子供たちには何も言いませんでした。心配させたくなかったから、そして誰かに頼りたくなかったから。その通帳は家族さえも知らない彼女だけの秘密でした。そして2026年3月、銀行の審査室でその秘密が静かに世界の前に明かされました。行員は涙を拭いながら言いました。このご融資、問題ございません。その瞬間、彼女は初めて自分の名前が刻まれる家を手にしたのです。人生をかけた20年が1枚の書類に結実した日。次はこの物語の始まりをお話しします。100ドルを握りしめ飛行機に乗り込んだあの日の彼女に会いに行きましょう。1950年代、韓国の小さな農村に一人の女の子が生まれました。名前はスンジャ。山あいの集落で兄弟5人と肩を寄せ合いながら育ちました。電気もなく水道もなく、食べることだけを考えて生きる日々でした。学校に行ける日より畑に出る日の方が多かった。それでも彼女は夢を持っていました。いつか自分の家を持ちたい。その言葉を誰かに言ったことは一度もありませんでした。口にすれば笑われる、そう思っていたからです。時代は流れ、スンジャは結婚しました。夫は働き者でした。しかし病が彼を早くに奪いました。残されたのは幼い子供たちとわずかな借金だけでした。50代に差し掛かった頃、彼女はある決断をします。子供たちを頼ってアメリカへ渡ること。手元にあったのは100ドルだけ。日本円にしておよそ1万5000円。それが彼女の全財産でした。空港で飛行機に乗り込む前、彼女はポケットの中の紙幣をそっと握りしめました。これで終わりにはしない。そう自分自身に言い聞かせました。誰も見ていない場所で声も出さずに唇だけを動かしてアメリカに着いた日、彼女は英語が話せませんでした。地図も読めませんでした。頼れる人もほとんどいませんでした。それでも足は前に向いていました。異国の地の冷たい風が彼女の方を打ちました。でも彼女は立ち止まりませんでした。この物語はここから始まります。100ドルを握りしめた一人の女性がどうやって20年をかけて自分の名前が刻まれる家を手にしたのか。その答えは毎日の小さな積み重ねの中に静かに眠っていました。次は彼女がアメリカで最初に出会ったある習慣についてお話しします。アメリカに着いた最初の夜、彼女は小さな教会の軒先で夜を明かしました。100ドルという現実がじわじわと体に染み込んできました。そんな彼女に声をかけた人がいました。同じように移民として渡ってきた60代の朝鮮族の女性でした。名前はオクスンさんと言いました。あなた、今夜どこに泊まるの？その一言が全ての始まりでした。オクスンさんは自分の狭いアパートの一角を彼女に貸してくれました。家賃はいらないと言いました。ただし一つだけ条件がありました。毎日道に落ちているコインを拾うこと。彼女は最初その意味が分かりませんでした。でもオクスンさんには理由がありました。小さなものを大切にできない人は大きなものも守れない。その言葉は静かに彼女の胸に刺さりました。翌朝から2人は一緒に早朝の道を歩きました。駐車場の隙間、バス停の足元、自動販売機の下、どこにでも小さなコインは眠っていました。1セント、5セント、10セント、
拾うたびに、オクスンさんは小さなホテイに入れました。彼女も同じようにしました。最初は恥ずかしかったです。人の目が気になりました。でも、オクスンさんは気にしませんでした。恥ずかしいのは諦めることだけよ。その言葉が彼女の背筋を伸ばしました。やがて最初の試練が訪れました。オクスンさんが体を壊し、仕事に出られなくなった夜、2人分の家賃が払えなくなるという現実が目の前に立ちはだかりました。彼女は考えました。ただ考え続けました。そして次の朝、彼女はホテイを持って一人で出かけました。コインを拾いながら、ビール瓶を集めながら、少しずつお金を作りました。その週の終わりに、彼女はオクスンさんの手に紙幣を握らせました。一緒に乗り越えましょう。その言葉は日本語でも韓国語でもなく、ただ二人だけにわかる沈黙の温かさでした。この小さな積み重ねが、やがて大きな転機を呼び寄せることになります。あの小さな紙幣の手渡しから何かが変わり始めました。グランマ、ソンジャは毎朝夜明け前に起きるようになりました。誰もまだ眠っている時間に静かに玄関を出て近所の道を歩きます。落ちているコインを拾い、捨てられた瓶を袋に集め、また静かに戻ってくる、その繰り返しでした。近所の人たちは最初は不思議そうに彼女を見ていました。でもやがてその小さな背中の意味を誰もが少しずつ理解するようになりました。ある日、スーパーマーケットの店員が彼女に声をかけました。おばあさん、うちの裏に空き瓶がいっぱいあるよ。よかったら持って行って。その言葉に、ソンジャさんはただ深く頭を下げました。言葉はいりませんでした。コインは少しずつ缶の中に積み重なっていきました。1枚、また1枚、雨の日も、風の強い日も、膝が痛む日でさえも、彼女は歩き続けました。そしてその積み重ねを、誰にも話しませんでした。子供たちにも、友人にも、ただ自分だけが知っている、静かな約束でした。5年が過ぎました。10年が過ぎました。缶は一つでは足りなくなり、やがて袋になり、袋はやがて段ボール箱になりました。そしてある朝、彼女はその重い箱を抱えて、一人で銀行へ向かいました。窓口に座った若い銀行員は、最初は戸惑った顔をしていました。でも、コインを数え始めるうちに、その手が止まりました。20年分の記録が、そこに刻まれていたのです。銀行員の目に、光るものが浮かびました。ソンジャさんはその顔を見て、初めて気づきました。自分が守ってきたのは、お金ではなかった。毎日を諦めなかった。自分自身の生き方だったのだと。この瞬間が、彼女の人生に、本当の意味での幸せを連れてくる入り口になろうとしていました。あの頃が、ソンジャさんにとって一番幸せな時間でした。銀行員が涙を拭いながら、通帳を丁寧に両手で返してくれた日、ソンジャさんは何も言えませんでした。ただ、胸の奥が、じわりと暖かくなっていくのを感じていました。20年間、誰にも話さなかった秘密が、ようやく光の中に出てきた瞬間でした。息子も、娘も、知らなかったのです。母が毎朝、道端に落ちているコインを拾っていたことを、瓶の蓋を集めて小銭に変え、その一枚一枚を小さな缶の中に入れていたことを、雨の日も、風の強い日も、膝が痛くても、腰が重くても、ソンジャさんは必ずその習慣を続けました。誰かに見せるためではありませんでした。証明したいわけでもありませんでした。ただ、今日も生きた、という印を自分自身に残したかったのです。その積み重ねが、500枚を超えたコインとなり、20年分の通帳の記録となっていました。ローンの審査が通った日、担当者がそっと言いました。これだけの記録は、初めて見ました。ソンジャさんは笑いました。シワだらけの顔で、静かに、深く笑いました。100ドルだけ握りしめてアメリカへ渡った70代の老女が、自分の名前で家を持つ日が来たのです。しかし、幸せというものは、いつも長くは続かないのかもしれません。喜びが満ち溢れていたその頃、誰も予想していなかった出来事が、静かに、しかし確実に近づいていました。人生は、温かい手を差し伸べながら、もう片方の手で試練を準備していることがあります。ソンジャさんの周りにも、
そっと影が忍び寄り始めていたのです。それでも彼女は倒れませんでした。なぜなら彼女にはずっと支えてくれる存在があったからです。次のお話ではソンジャさんが最も苦しい時にそっと背中を押し続けてくれた、その人生の柱となった存在についてお伝えします。人生には折れそうになる瞬間があります。ソンジャさんにもそんな夜が何度もありました。アメリカに渡ってから10年が過ぎた頃のことです。清掃の仕事で痛めた右手首がある朝動かなくなりました。医者に行く余裕はありませんでした。痛み止めを飲みながら包帯を巻いてそれでも出勤し続けました。そんなある夜、アパートの廊下でソンジャさんはひっそりと泣きました。溜めてきた小銭の瓶を抱きしめながらこう思ったのです。もうやめてしまおうかと。その時隣の部屋のドアが静かに開きました。70代の白髪の女性、マーガレットさんでした。彼女もまた夫を亡くして一人で暮らす移民でした。マーガレットさんは何も言いませんでした。ただ温かいスープの入った鍋をそっとソンジャさんの手に渡しました。そして一言だけ言いました。明日も生きなさいと。その言葉がソンジャさんの背骨になりました。それから2人は毎朝一緒にコーヒーを飲む習慣ができました。マーガレットさんはいつもソンジャさんの小銭瓶を指さして言いました。その瓶が重くなるたびにあなたの夢も重くなっていると。ソンジャさんはその言葉を心の中でそっと繰り返しながらまた働きに出かけました。マーガレットさんが病で旅立ったのはソンジャさんがアメリカに来て15年目の春でした。枕元に残されていたのは1枚のメモでした。あなたならきっとできる、見ていますよという震えた文字でした。ソンジャさんはそのメモを小銭瓶の底に入れました。お金と一緒に言葉も貯めていたのです。支えてくれる人がいたから彼女は倒れなかった。そして今その積み重ねがついに大きな変化をもたらそうとしていました。それは2026年3月のある朝のことでした。ソンジャさんはいつものように早起きしました。台所に立ちお茶を一杯だけ飲みました。そして押し入れの奥にしまってあった一冊の通帳を取り出しました。20年間誰にも見せたことのない通帳でした。ページをめくるたびに小さな数字が並んでいました。3ドル、1ドル50セント、2ドル20セント。毎日毎週毎月止まることなく刻まれ続けた記録でした。拾った硬貨、瓶の蓋を開けて受け取った小遣い、誰かに頼まれた用事データ、ほんのわずかな報酬、その全てがこの一冊に宿っていました。子供たちは知りませんでした。夫も友人も誰一人知りませんでした。ソンジャさんだけが知っていた静かな戦いの記録でした。その日彼女は銀行へ向かいました。住宅ローンの審査最終確認の日でした。担当の行員は若い女性でした。書類を一枚一枚丁寧に確認していました。そしてその通帳のページに差し掛かった時手が止まりました。しばらく沈黙がありました。行員はゆっくりと顔を上げました。その目には涙が光っていました。20年間ずっと続けられたんですね。一言そう言いました。ソンジャさんは静かにうなずきました。言葉は出てきませんでした。でも胸の中で何かが溢れていました。100ドルだけを握りしめて海を渡ったあの日、言葉もわからず道もわからず、それでも前へ進んだあの日々、亡くなった隣人が残してくれたメモの言葉、あなたならきっとできる、全てがこの瞬間につながっていました。1枚の硬貨は小さなものです。でも積み重ねた20年は誰にも奪えない重さを持っていました。変化は突然やってくるものではありませんでした。毎日の小さな選択が静かに確かに未来を作っていたのです。そしてついにその扉が開こうとしていました。ソンジャさんの名前が刻まれた家の権利書を手にするために、あなたならきっとできる、全てがこの瞬間につながっていました。1枚の硬貨は小さなものです。でも積み重ねた20年は誰にも奪えない重さを持っていました。変化は突然やってくるものではありませんでした。
毎日の小さな選択が静かに、確かに未来を作っていたのです。そしてついにその扉が開こうとしていました。ソンジャさんの名前が刻まれた家の権利書を手にするために銀行の担当者が書類を広げました。ローン審査の席でした。ソンジャさんは一冊の通帳を差し出しました。それは子供たちさえ知らなかった秘密の通帳でした。20年分の硬貨の記録でした。道で拾った1セント、瓶の蓋を開けて受け取った小銭、雨の日も雪の日も1枚ずつ積み上げてきた無数の硬貨たち。担当者はページをめくる手を止めました。しばらくの沈黙の後、その目に涙が浮かびました。こんな通帳は初めて見ました。その言葉は静かな審査室に深く響きました。ソンジャさんは何も言いませんでした。ただまっすぐに前を見ていました。100ドルだけを握りしめてアメリカへ渡ったあの日から70年以上の時間が流れていました。誰かに頼ることもできず、言葉も満足に通じない異国の地で毎日をただ生き抜いてきました。それでも諦めなかった理由がありました。自分の名前で一軒の家を持つこと、それだけがソンジャさんの静かな夢でした。審査の結果が告げられました。承認。その一言が空気を変えました。子供たちは母の手を握りました。誰も声を出すことができませんでした。涙だけが答えでした。権利書に記された名前は紛れもなくソンジャさんのものでした。20年間1枚ずつ積み上げた硬貨がついに家という形になった瞬間でした。小さな1枚が人生を変えることがある。その証明が今ここに刻まれました。次の章では家の鍵を手にしたソンジャさんが今どのように暮らしているのかをお伝えします。70代を超えた今もなお硬貨を拾い続ける。その理由とは、家の鍵を受け取った翌朝、ソンジャさんは早起きをしました。いつもと同じ時間に目が覚めました。違ったのは一つだけです。玄関を出る前に自分の家の扉をそっと撫でたこと。これは私の家だ。声には出しませんでした。でも手のひらに確かなぬくもりが伝わってきました。権利書が届いてから子供たちの態度が少し変わりました。驚きと戸惑いと、そして深い尊敬が入り混じったような表情で母を見つめるようになりました。長男はこう言いました。お母さんがそんなことをしていたなんて知らなかった。ソンジャさんは静かに笑いました。知らせる必要がなかったのよ。それは責めているのではありませんでした。ただ自分のためにやってきたということでした。誰かに見せるためではなく、認めてもらうためでもなく、ただ自分の足で立ちたかった、その一心だけで20年間を歩いてきたのです。今もソンジャさんは毎朝同じ道を歩きます。地面に視線を落としながらゆっくりと一歩一歩進みます。路上に光るものがあれば立ち止まります。1円玉ほどの小さな硬貨でも丁寧に拾い上げます。近所の人はもう知っています。あの方は特別な方だと。なぜ今も拾い続けるのか。ソンジャさんはこう答えます。お金のためじゃないわ。忘れないためよ。あの頃の自分を忘れないために100ドルを握りしめて見知らぬ国に降り立ったあの日。言葉もわからず頼れる人もなく、それでも前を向いていたあの自分を、硬貨はその記憶をつなぎ止めるものなのです。70代を超えた今、ソンジャさんの背中は少し丸くなりました。でも歩く速さは変わりません。家がある。自分の名前が刻まれた場所がある。それだけで今日も一日が始められる。次の章ではこの物語が私たちに残してくれたものについて最後にお伝えします。1枚の硬貨が語る人生の本当の意味とは。1枚のコインが何を語るか。それは金額ではありません。その1枚を拾い上げた日のことです。ソンジャさんは100ドルだけを握りしめてアメリカへ渡りました。言葉も仕事も帰る場所も何もなかった。それでも毎日地面を見て歩いた。落ちているコインを黙って拾い続けた。20年間誰にも言わずに銀行員が涙を流した理由が今ならわかります。あの通帳に刻まれていたのは
金額ではなく生きた証だったのです。私たちは時に大きな夢を語ります。でも夢は一度に叶うものではありません。1円でも1セントでも毎日積み重ねた先にだけ本当の場所が生まれる。あなたの足元にも今日何かが落ちているかもしれません。それを拾えるかどうかは心が前を向いているかどうか、ただそれだけです。孫者さんの物語は終わりではありません。自分の名前が刻まれた家の扉を開けたその日から新しく始まったのです。今日もご覧いただきありがとうございました。この物語があなたの一日に小さな光を届けられたなら、それ以上のことはありません。